皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。小崎さんよろしく。今日のゲストはね、はい、大相撲の、なんて言うんだろう、相撲ジャーナリスト。相撲ジャーナリスト。ナリストで、私とこういう本を一回作ったことがあるんですね。はい。これは何年だったかな。2011年ですね。11年ですね。すごくありがとうございます。はい、で、八百長問題がものすごく大きくなった時に、はいはい、この時に思いっきりその問題を深掘りした、面白い本なんですけどね、これ出版社某編集者がね、ちょっと失敗してね、本を出すのが遅れたんですよ。で、処分が出てから出してね、ちょっと、なんていうの、噂がムードが下がった時に出したんがね、新井さんごめんなさいね。もう本当ならもっとバカ売れする、ベストセラーで新井さんにも絶対たんまりと分配金がいく予定が、いかなくなってしまって申し訳ありませんでした。私の相撲ジャーナリストとして相撲のことを喋らせたら一番尊敬してる新井太郎さんが今日はゲストです。はい。ということで新井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それにしても大阪にずっと取材で行かれたみたいですが、面白かったですね。そうですね。いろいろ。はい。ヒヤヒヤもしましたし。いや、そうですね。面白かったです。豊昇龍だけは残念でしたけどね、ちょっと、頑張りすぎたのかな、休場してしまったのは。そうですね。新横綱で、いきなり一人横綱っていうことでね。そう。重圧を一身に浴びたような感じでしたし、ちょっと初場所の千秋楽で右肘を痛めたらしくて、そこも、体調的には十分ではなかったようなんでね。ああ、そうですか。やっぱりなんか横綱になるとかなり忙しいみたいですね。なんか、スケジュールが。やっぱり昇進場所ですとね、昇進直後にいろいろ、挨拶回りですとか、様々なイベントとかで、なかなか稽古時間を確保したり、その体調管理難しいところがあるんでね。結構、後に、大横綱と言われてる人も、新横綱場所は結構苦戦したりしてますね。ああ、そうですか。それにしてもね、私なんかが残念だったのが、高安ですね。はい、高安関、もう絶対にこれ9度目の挑戦らしいですね。千秋楽まで、優勝の可能性があった、場所っていうのが、今回入れて9場所あって、そのうち、優勝決定戦が今場所で3度目。で、9回全部、優勝を逃して、おまけに優勝決定戦3度とも負けてしまったと。これ、ね、新井さん、一つぐらい勝たしてやれよって思うんですけど、あかんもんですかねえ、例えば今回は、仮に優勝決定戦で、大野里が負けてもですね、高安初優勝、大野里、次の場所で綱取りというね、両方ウィンウィンの結果にもそうですよね。思うんですけども。朝青龍関が横綱になった時も、最初そうですよね。2場所連続優勝ではないですよね。優勝相当ですよね。朝青龍は連覇ですね。連覇優勝で行きましたっけ？優勝で、はい。その時は貴乃花、武蔵丸が休場してたんで、横綱と一旦戦うことなく、そうか。大関陣もみんなベテランの域に来てて、そうか、優勝争いをしてない大関陣の中で、朝青龍のせいではないですけども、割と運よく上がれたっていう。新井さんごめんなさい。私は豊昇龍と朝青龍間違えて言ってしまいました。豊昇龍、
豊昇龍そうですよね。そうですね。そうですよねっていうのは、優勝2場所連続ではなくて、優勝相当と優勝ということですよね。まあ、そうですね。豊昇龍の場合そうですね。豊昇龍の場合そうですね。だから、大野里も同じようにして、今場所負けたところで来場所は、横綱綱取り場所になるっていうことだったわけですよね。まあ多分そうなったと思いますね。だったら、高安関に、少しぐらい譲ってもよかったんではないかと、私なんか思うんですけれども、年寄りの意見ですかね。まあそこは、やっぱり、ね、真剣勝負で。ああ、そうですか。まあ高安も、まあ決定戦の一番はね、はい立ち手も良かったし、うん得意の左四つになったんですけども、はい、まあ、それでも大野里の方の圧力が勝ってたっていうことで、まあ、相撲内容的には、まあ、あの形で負けたんだったら仕方がないかなという思いもあるんですけども。ただまあ、その前にのね、美ノ海戦に勝っておけばよかったという話なんですよね、やっぱりね。そう。それも言えますし、美ノ海はもう本当に空気の読めないやつだなと私は思いましたけれども、あれは残念でしたね。まあ他に面白いのは、高安関は横綱と大関に勝っているのに、星落としてるんですよね。確か翔猿に負けたのかな、序盤っていうか、はい。前半翔猿に負けてまして。そうですよね。あとやっぱり、終盤でこの、ね、単独トップに立った日に2回あったんですけど、その時いずれも負けてるんですよね。ああ、なるほど。で、まあちょっと見てても、こう、ちょっと硬さがあったのかなっていう風に見える相撲だったんでね。単独トップになると硬くなってしまうというか。その霧島戦ですとか、そうです。美ノ海戦ですね。なるほどね。いずれもあれ単独トップに立った日だったんですよね。そうか。両方とも1日転下で終わってしまったという。1日転下ね。なるほど。いい人ですね。なんかもっと突っ走ってほしいなと思うときになかなか突っ走れないというかね。そうですよね。ですけれども、ただ、本当、そうは言っても今場所、大阪場所、非常に面白かったですね。全力士が思い切りぶつか、相撲が一つ一つ面白くなったというか、それともう一つは、15日間全部、あれですね、大入り満員で売り切れですよね、チケット。はい。これは、あれなんでしょうか、最近のやっぱり相撲が面白いとお客さんの、なんとか反応としては、正しい反応というふうに言えますか？どうですか？そうですね。まあ、力士一人一人の、個性と言いますかね。まあ、役者も徐々に揃ってきたっていうのと、あとは、インバウンド人気は大きいですよね。やっぱりそうですか。というと、客席に外国人の方多かったっていう感じの。そうですね。まあ、特に東京場所なんかは、どうでしょうね。3割、4割ぐらいは、3割ぐらいは、外国人の方かなっていう感じで。なるほどね。そしたら、大相撲にとっては非常にいい、雰囲気で、どうも場所が進んだみたいですけども、新井さんが、新しい新時代が生まれた、新常識が生まれてくる、時代が変わってきたというのが、どのあたりで見ておられますか？去年が、タケル富士、大野里って言ったね。大イチョウも言えないような。優勝っていうね。今までの大相撲ではちょっと考えられなかった現象が起きまして。なるほど。そういった、若いニュースターが台頭する一方でですね。玉鷲が今40歳で、今場所も2桁上げましたけども。上げましたね。高安も35歳でね、優勝決定戦、進出してましたし、そういった
アラフォー力士も、えこう、幕内で活躍しているっていうね。え、これも今までの大相撲の歴史、常識ではちょっと考えられなかったですね。これまあは特に玉は足、いはい。特に玉足なんかは、ええ、突き押し相撲なんで、そうですね。その体力が如実にこう現れるような相撲ぶりなんですけども、40歳にもなっても体の張りがこう衰えてませんし、まあパワー、むしろ20代の頃よりパワーあるんじゃないかっていうぐらいで、まあ四つ相撲だとね、まあ一つ肩に、右四つとか左四つとかね、肩が持ってますから、はい。ある程度こう年齢いって体力衰えても、自分の形に持ち込めば、勝ちパターンに持ち込めるんですけども、なるほど。玉足の場合、突き押しっていうね、パワーがこう、もろに出るような相撲ぶりで40歳まで活躍できるっていうのはちょっと考えられないですね。いや、あれね、テレビで見ていても、その肌の張りっていうのはよくわかりますけれど、立ち合いで頭から行くでしょ。そうですね、はい。ねえ、玉鷲は。頭から行って、音が聞こえたりもするんですよね。よくやるな、というふうに思うんだけれども、何か、なんていうか、理由とか、原因とかいうのはあるんですかね、40でやれるという。特に節制もしてないようでね。食べたいものを食べるみたいな感じで。ああ、そう。いい所属している片尾波部屋っていうところも、はい。まあ、弱小部隊なんですよね。10人もいないんですよね、全員で力士がってことですか？まあ5人ぐらいですかね。で、まあ、最近はもう一人玉正鳳っていう、はい。力士が重量上がってますけども、はい。まあ、幕内も行きましたけども、はい。対等な稽古相手がいない中で、はい。例えば自分の前に、2人とか3人、そう、重ねて立たせて、3人いっぺんに押させて、それをこう、受け止めるっていうような稽古だったりとか。まあ、そういう、ちょっと、人数が少ないなりに、こう、工夫した稽古で、ああ、そうですか。まあ、体力維持に努めてるというか。でも、ちょっとぐらいは出稽古に行ったりはするんでしょ？出稽古に行ったりはもしますけども。もしますけど。でも、かなりまあ、高安もそうですし、玉鷲もそうですけれども、最近、なんていうんですか、相撲寿命が伸びてきたっていうのは、例えば野球なんかでもね、結構引退の寿命が伸びてきて、昔は35歳っていうのが大体こう、区切りだったのが、この頃35歳は超えて当たり前で、まあ、一軍の選手ですけれども、40歳近くになって初めて引退の声が聞こえてくるというような感じになりましたけど、相撲界もやっぱりそういう感じになってるのかしら、全体的には。なってますね。はい。やっぱりそれは何かトレーニング方法とか、そういうこともあるんですかね。まあ、各関取衆が節制をするようになったっていうのと、結構ね、お酒飲まない力士が増えてきているんですよね。アスリート化ですか？まあ、アスリート化ですね。なるほど。15年、20年ぐらい前までは、稽古終わってちゃんこの時にビール飲んだりとか、そういう光景珍しくなかったんですけども、今、稽古後にお酒飲む力士っていうのは、もう、皆無と言っていいんですかね。それなんか、非常に力士的ではないですねという言い方でいいのかな。僕は何度か部屋の取材に行って、稽古の後のちゃんこにお付き合いさせていただいたことが、いくつかありますけれども、ビール出ましたよ。昼間っから。いや、そうなんですよ。で、お酒も出てましたよ。ありましたよ、一生日が。お酒ありますね。これ、今でもお客さんには出すんですけども、力士は絶対手つけないですね。真面目になっちゃったんだ。最近はほとんど見たことないですね。それは、相撲寿命を伸ばすのにやっぱり関係ありそうだな。そうですね。まあ、節制っていうのと、また稽古トレーニングが発達したっていうのはありますね。
科学的なものが入ってきてるってことですか？そうですね。だいぶ、こうね、理論的な、こうね、トレーニング取り入れたりとか。それはなんか、ダンベル使ったりとか、ウェイト、機械使ったり、ウェイトトレーニングみたいな。そうですね、ウェイトトレーニングですとか、はい。体幹トレーニングですとか。なるほどね。前に新井さんから聞いたことあるんだけど、タケル富士なんかの姿、見ていたら、要するに足とか足首とか、もう完全に力士というよりもアスリートだという言い方されてましたけども、やっぱり、そういうアスリート的な力士が増えてきたっていう言い方でいいのかしら。増えましたね。そうですか。あとは、その栄養の摂取ですとか。はい。今、本場所でも、どうですかね、半数以上は、支度部屋でこう、プロテイン飲んだりとか。なるほど。いや、笑っちゃいけないけれども。なるほどね。なるほどね。ちゃんこはどうなったんですか？昔のちゃんこはあんまり。いや、ちゃんこも、はい、普通に。普通にはあることはあるわけですね。やっぱり鶏肉中心で。ちゃんこプラス、やっぱり、こう、タンパク質が多く組んでるものを、あえて取り入れたりとか。なるほどね。そんな風にして、アスリート力士が増えて、相撲寿命が伸びている一方で、新しい力士どんどん出てきましたね。重量優勝、草野もう。草野、はい。なかなか、まだ残切りです。残腹ですよね、頭。そうですね。ね。彼なんかもうそろそろ幕内かな？入れるのかな？もしかしたら、こう、来場所一気に新入幕の可能性もあるかなと。そうですか。で、若い力士もどんどん出てきて、それこそ、今、先場所で目立ったのは、青錦青錦ですね。青錦良かったですね、すごく。ウクライナ出身のね。ウクライナ出身。獅子も9勝6敗。ね。体もそんな大きくないんですよね。182センチの135キロぐらいだと思うんですけども。外国人力士らしからぬそのパワーに頼らない、こう低く当たって、頭つけて回し取って食いついてみたいな。師匠の安美錦を彷彿させるような相撲で。そうだな。で、うまさとしぶとさでこう勝ってきたというね。なるほど。それでいて、入門から所要9場所で新入幕っていう、史上最速タイなんですよね。なるほど。はいはいはい。で、今場所2桁。11勝4敗だったですね。ちょっとまだまだ伸びしろを感じる力士ですね。そうですか。他におすすめの力士っていうのは、いますかね？そうですね。どうでしょう。ちょっと面白いなと思うのは、来場所新入幕確実の嘉陽というね。嘉陽。力士がいまして。重量ですね。はい。はい。沖縄の子なんですけども、体型的にはもうまん丸な体型してるんですよ。あんこ型の、いかにもちょっと古めの、さっき言ってたアスリートではないような、相撲さんという感じですけれども。大玉みたいな体型してるんですけども。そうですね。それでいて、その土俵際の、俊敏な動きが持ち味で、結構回り込んで、相手の後ろついたりとか。そうですか。なかなか、その体型に似合わないような相撲を取るんですよね。こういった力士はちょっと見てて面白いかなと思うんですけども。以前新井さんから聞いたので、大野勝なんかすごく買っておられた時ありましたよね。先場所で10勝5敗だったんですけど。モンゴル出身の、で、高校から日本に来た子なんですけども。左で回し取って頭つけて、一旦回し取るとなかなか、切られないっていうね。足離さないで頭つけたまんま、前に攻めていくっていうね。なるほど。相撲
ぶりは地味なんですけども、まあ、この小野勝も、まあ将来やっぱり、こうね、大関という、こうね、呼び名が出るぐらいの、呼び声が出るぐらいの、なると思うんですよね。潜在的なものを持ってるって感じですかね。そうですね。なるほどね。で、ちょっと歌謡のとこで、はいはいはい。言い忘れたんですけど、何ですか？新常識というところで、歌謡の所属する中村部屋っていうのが、はい。割とこう、新種の精神に富んだ部屋で。どういう精神が、師匠は元関脇吉風で、はいはい。二部制の稽古を取り入れてるんですよ。朝と夕方2回やるんですよ、この部屋は、稽古。普通は朝早く起きて、稽古したら、それで終わりですよね。そうですね、はい。大体。終わりなんですけども、この部屋は二部制を取っていて、二部ということは夕方やる。はい。そうですね。で、朝はもう、筋トレとか、サーキットトレーニングとか、いろいろ、回し締めないでトレーニングをやってて、で、まあ、もし、あれでしたら、国技館のすぐそばなんですよ、部屋が。ですから、午前中隅田川のほとりのところでトレーニングやってますから、もし時間あったら、見てみてください。中村部屋。ああ、そうですか。隅田川のほとりで、河岸というか、岸辺で、公園でやってるわけですか？ランニングコースがあって、はい。で、ランニングコースと川の間が、ちょっとスペースがありまして、そこで十分トレーニングできるような広さがあってですね。そこで朝はやって、それで、土俵でやるのは夕方みたいになるわけですか？そうですね。で、トレーニング終わって、まあ、ちゃんこ食べて、昼寝して、で、午後は3時から回しつけて、稽古をやるんですよね。でも、考えてみたら、相撲っていうのは、だいたい夕方とかにやるわけですから、本割がですね。だから、稽古はそっちの方が当たってるっていう感じもしないでもないけれども。ねえ。まあみんな、スポーツから考えればそうですね。そう。まあ理にかなってるなとは思うんですけどね。本戦の時間にやるっていうのはね、普通ですからね。だって3時から始めて、6時ぐらいまでやって、で、ちゃんとした相撲を取る稽古ってほとんどしないんですよ。ちゃんとしたっていうか、立ち合いで、ちゃんと腰を割って頭からガツンと当たる、いわゆる普通の稽古っていうのが、多分場所前、まあ番付発表から場所まで、まあ2週間ありますけども、1日か2日ぐらいなんですよね、ちゃんとして取るのが。他は何やるんですか？他は、まあ、中腰状態で、飛びつきみたいな形で。で、どうしてそういう稽古やるんですかって聞いたら、まあ一つは怪我防止ですよね、なるほど、はい。まあ稽古の時から頭と頭がカツンと当たるような稽古を、毎日やってるとやっぱり首痛めたりとか、そういうのもあるんで、なるほど。それとか、あと、右四つな右四つで組み合った状態から相撲を取るとか。なるほど。なかなか斬新な。考えてみたら非常に実践的なという言い方もできなくもないというような感じはしますね。そうですね。それで今のところ結果出てますんでね。今回も、まあ、嘉陽新入幕確実ですけど、宮城という力士は今回、新十両で、夏場新十両の上がりますし、まあ、軒並み部屋の力士の成績が伸びているんで、まあ、今のところ結果を出してるかなと。今の新井さんのお話聞いていて、私が頭に浮かんだだけなんですけれども、サッカーで最近ヘディングをやらなくなったとかね。そうなんですか。頭に脳に良くないからというんで。
何回も何回もヘディングの練習していたら、どうも悪影響が出るっていうことでね、ヘディングをやらなくなったから、それから、長嶋茂雄さんってもう古い話ですけどが、野球の、素振りの練習するとき、振らないんですね、バット。構えだけやって、いわゆるトップという。で、構えをやって、下ろすんですよ。で、構えをやってで、トップがきちんとできたら、打てるって言うんですよ。で、打った後は、そばへの出前って言うんですよね。で、こう、トップと出前ができたら、打てるって言って。ほんで、途中はどうするんですかって聞いたら、それはどこに球が来るか分かんないじゃないですかって言われたんですよ。で、来た球を打つと。で、そのためにトップとそばへの出前でいいって言われて、なんかすごいなと思った。今ね、新井さんの話を、中村部屋の話を聞きながら、そんなことが頭に浮かびましたよ、なんか。ゴルフ的でもありますね、それ。ね、そう。すごいですね。トップとフォローするみたいな。そう。それで筋トレやってる人に、そんなことをやったら筋肉が硬くなるだけだからって言ったんですよね。で、それで、俺の筋肉触ってみろって言ったら、めっちゃくちゃ柔らかいんですよね、長嶋さん。硬くないんですよ。だから、もう、ほんとびっくりして、まあ、そんなことも思いつきました。というようなところで、新井さん、そこで、次また大相撲進んでいきますけれども、大期待の、力士を3人ぐらい挙げてください。どういう時代になって、どういう人が中心になって、どういう人が面白いのか、どうですか？まあ、やっぱり小野里を軸に、新時代は進んでいくんじゃないかなと。なるほどね。思ってます。はい。それに絡んでくるのが、どうなりますか？そうですね。まあもちろん豊昇龍、琴櫻、この辺も絡んでくるとは思うんですけども、王鵬を僕は個人的に押してる。まだこんなもんじゃないと思ってるんで。まだまだ成長しそう。まあ、豊昇龍と同期生なんですけども、まあちょっとね、上位に上がってくるまで時間かかりましたけれども、やっぱり、ね、おじいさんの大悟さんの血を引いてるからなのか、格上との対戦とか、優勝決定戦の大舞台でも、なんかひるむことがないというか、相手に飲まれないんですよね。雰囲気が。堂々として、そうですね。まあそこはやっぱりおじいさん譲りなのかもしれないですけども。なるほどね。大砲譲りの。そうですね。まああと左からのつけが一番武器なんですけども、そこと、劣勢になっても、もう誰もが、ダメだと思ったところでも、挽回するような場面が、今年の初場所あたりから顕著に見られまして、そこも勝負師としても一皮向けた感じがするんですよね。いいですね、いいですね。ですから、いずれはもうね、同期生の豊昇龍と、番付上でも肩を並べる日が来るんじゃないかなと。なるほど。思ってます。というと、三横綱時代も来るかもしれないっていう感じですかね。そうですね。もうちょい時間かかるかもしれないけども。時間はかかるかもしれないですけども、もう上がっていくと思います。それに噛んでいくのが、青錦であるとか、獅子であるとか、ね、そういう。獅子はちょっと微妙ですね。そうですか。同じウクライナだと思って名前を出したんですけども、獅子は微妙。でも青錦は一回ですね。青錦はもしかしたら大関ぐらいは行くかもしれないですね。なるほどね。美ノ海はどうですか？美ノ海は、どうですか？相撲はね、相撲の上手さはもう
今でも角界1、2ぐらいだと思うんで、はい、はい、はい。まあ、タイプ的にはこう、我が道を行くタイプで、まあ、番付とか勝ち星は全く気にしてませんという人なんで、まあとにかく自分の相撲をこう、とことん磨いていくっていうね。そこに特化した力士で、まあ、なるほど。三役のね、常連っていうか、こう、バイプレイヤーぶりを発揮するんじゃないかなと。ああ、いいですね。となると、まあ、そういう、はいはい。さっきも話してました草野は、これはもう、将来行きますよ、やっぱり。ああ、そうですか。やっぱりもうどんどん上がってきそうな感じですね。そうですね。お父さんとか親戚、元競輪選手で、草野もね、結構太ももが半端ないぐらい。なるほど。いい太ももが進んでますね。ああ、そうですか。まあ下半身も安定してますしね。はいはいはい。怪我をしにくい相撲ですよね。ああ、なるほどね。そしたらあれですね。まあ草野は絶対上がると思いますね。タケル富士のようにあんまり無理をしないでやってほしいなという気もしないでもないですけどもね。そうですね。タケル富士ちょっとね、怪我も多いんでね。ね、そうですね。まあそこら辺でもう、これからもどんどん大相撲は、これはやっぱり人気は続きますね、そしたら。そうですね。続くと思いますね。なるほどね。いやいや、確かにね、今、さっき、新井さんが、インバウンドの影響ということも言われましたけれども、はい、決してなんかそれだけではなく面白い、土俵がこれからも続きそうな感じはしますけれども、最後に、そしたら一言聞きましょう。玉鷲、あとどのぐらいやるんですか、この歴史は。なんか、衰えの気配すら見えないんですよね。40歳で。はい。どうなんでしょうね。なるほど。45ぐらいでも取ってる。おー、いいですね、いいですね。さあ、最後にもう一つだけ。最後にもう一つだけ。次の場所、高安の優勝は何%ぐらいでしょうか？優勝、まあ、50にしときましょう。半分。わかりました。いや、見どころいっぱいの、それこそ大相撲で私も大好きなもんですから、もう聞き出したら新井さんからもう、なんだいくらでも聞けるって感じで、時間が足りないんで、このぐらいで一旦止めて、次の話に移りたいと思います。次回ももっと面白い話を聞く予定ですんで、視聴者の皆さんはご期待ください。次回は実は、大相撲ってどこから来たのという話になると思うので、よろしく。新井さん、またよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。で、次回は、今週のテーマ、大相撲新時代新常識を深掘りするのエピソード2。相撲はどこから来たのか、大相撲新時代のルーツを探るです。引き続き新井さんと共にお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。